アルクトゥルスで一緒だった感じがするんですよ。そうか。アルクトゥルス。でも見た時にオリオンだ、でかいし、なんかオリオンだ、オリオンっぽいと思って、でっけーと思って。だけど、アルクトゥルス、よしさんとかも一緒だったんですよ、多分。僕もアルクトゥルスもいたのかな。日本国内のスター師たちは、その本当の意味の自由とか、やっぱり日本人同士のそういう新しいあり方を体現する、見せる、にもあると思うんで。今こそ、やっぱ一人一人手を取り合うとき、みんなそれぞれ個で活動してた人たちが今手を取り合ってそれぞれがつながるときです。嬉しい。懐かしい。懐かしい。懐かしくなってきた。懐かしくなってきた。嬉しいな。はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきとです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。今日はなんと、素敵なゲストをお迎えしてのスターシードチャンネルとなりますが、本当にね、僕UFO とかをね、やっぱり昔から、子供時代からやっぱりいろんなそういうね、番組とか、本とかもね、結構見るの好きだったんですけど、今日はですね、なんと JSETI 日本地球外知的生命体センター代表のグレゴリー・サリバンさんにですね、登場してもらいたいと思うんですが、グレゴリーさん、よろしくお願いします。こんにちは。ありがとうね。こんにちは。ありがとうね。それからこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ですね、グレゴリーさんといえばですね、もう10年以上前から、そういったUFO、特に UFO といえども、なんていうかな、僕たちが、ですよね、そう、ET コンタクト。で、本当に昔から僕たちが、こう、なんか、テレビとかで見てたのは、なんかちょっとオカルトチックな、UFO みたいなね、情報ばっかりもらってたんだけども、グレゴリーさんのやってらっしゃる本当にその活動っていうのは、本質を伝えていくっていう活動をね、昔からされていると思うんですよ。で、今日はその辺をちょっとね、もういろいろと僕も知りたいこととか教えてほしいこといっぱいあるので、ちょっとお聞きしちゃおうと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、ぜひお願いしますね。楽しみです。楽しみにしてきました。ありがとうございます。そもそも UFO と ET コンタクトの違いは何かっていうね。そうだ。そもそもそういうところからもうちょっと教えてもらっちゃってもいいですか。ぜひ、はい。今日も改めて始めましてね、JSETI のサリバンと申します。皆さんよろしくお願いします。それから、そうですね、もう本当にキーワードがたくさんね、我々スピリチュアルの世界とか、宇宙の世界、アセンションの世界ね、そういったキーワードからいろんな知識を多分身につけていると思いますけども、私たちのこういう活動では、ちょっと古いキーワードを書き換える、その概念を立ち直す、任が与えられて、で、例えばですね、非常に今までいろんな経験を通じて、その、ET とのスピリチュアルコンタクトですね、コミュニケーション取るワークショップが、日本国内中と、それからアダムズ山だったり、セドナとかね、そのニュージーランドでも開催したんですけども、そこでもはるかに今まで要はX ファイルズ的なそのザ UFO 的なその世界と全然別の領域にはET コンタクトと呼ばれるような、世界ですね。でそれをどんどん簡単に知るともう本当にただ単にスピリチュアルコンタクトというスピリチュアル ET コンタクトという最近呼んでますけども、そもそもそういう UFO の世界とスピリチュアルも完全にかけ離れているような理解が一般的にあったと思いますが、本当にもう実際にそもそも有効的なコンタクトを仕掛けている、あるいは多くのその UFO 目撃、宇宙船の目撃でもそもそもスピリチュアルな体験であることを言いたいですね。もともとやっぱりその、昔ね、僕たちがちっちゃい頃っていうのは本当になんていうかな、いわゆるとんでも話とかオカルト話みたいに
まあ、テレビや、まあ、そういったものは取り上げてきましたけども、そういうのは逆に意味があったんですかね。そうですね、これまたすごい深いいろんな意味がつながってきますけども、とりあえずですね、まあ、その80年代など、その90年代、いろんなそういう宇宙人情報が、実はですね、海外、欧米ではUFO 研究業界もありまして、スピリチュアルの、例えば、スピコンとかそういう大きな大会と同じぐらいの業界、決してもう少し大きいかもしれない。そういろんな人が動いている世界ですけども、ここではですね、ちょっと宇宙人の話と本当にリアルになっていくと、国家安全の保障のゾーンに入ってきますよ。ですから、あとエネルギー問題とか、やっぱりこう政治と経済とか、そういう本当にガチ三次元的なところも関わってきますから、我々のその一部の活動ですね、今まで隠された、その NASA とか JAXA とか、いろんな政府機関を公開してなかった情報を明かすような活動ですけども、でやっぱりそこを蓋開けてみると、もうまるでオズの魔法使いのような現象が実際にずっとあったんですね。そこはつまり恐怖心のイメージを与えることによって、さまざまなその対象の誘導が可能となるっていうのは、本当にもう昭和時代からアメリカ政府の中で認識されてて、なのでそこはちょっと非常に残念なことも世界中範囲で、国家超えたレベルでも要は情報操作とかイメージ操作が、展開されたのが、そもそも非常に大きな宝物を隠するための、仕組みだったんですね。でそこをやっと破ってきたのが2001年の The Disclosure Project という日本語字幕の動画は YouTube でも上がってますけども、その、本当の、内部、インサイダーたちが、いろんなその内部告発証言を通じて、お互いに知らないのに全く同じような内部事情を語っている元軍人とかそういう政府の皆さんがこう集団でやった活動があるんですね。そこで私も本当に日本に住んでた頃に初めて見たのがもういやすごいもう目から鱗っていうか究極のひらめきだったんで、今までのそういう皆さんが関心がある分野をまるで中断するような操作はそもそもなんで存在しているのかっていうのが、まあやっぱり大きなこういう例えばフリーエネルギーの存在とか非常にこう全人類が自由となるそういう道筋ができちゃうからこそ、そのまあ要は、世界をこう裏で誘導してて支配してた人たちがそれをもううまくコントロールしてた部分ありますね。なのでここではなかなか普通のスピリチュアル分野では出会わないような困難ですけども、やっぱりうちの経験ではそもそもET コンタクト実際に体験するとそれは本当に一瞬で変わるんで、なのでそこは本当に一つの、こちらのミッションとしては、社会貢献的にそういう、結構汚れた、もう怪しまれてる、あるいは怖いっていう思われてる分野をちょっとこう取り戻す作業でも、そこからスタートしてますね。ね、UFO、そもそもこう UFO を見たことがあるのかないのかとかいうのも、あきこさんはよく見るんですか、ちなみに。UFO を肉眼では見たことないんですけど、感じるっていうことはすごく強いんですよね。昨日もだから感じたりとか、こう見えるものだけじゃないですよね。やっぱりすごい大きいものもあれば、すごいちっちゃいものもあったり、なんかいろんなこう一般的に言われてる UFO ってさ、すごい原始的だよね、多分。もっともっと自由なんですよ、なんか UFO っていうのは。でやっぱそのグレゴリーさんがすごいなって思うのは、こういうなんて今だね、私もこういうことに気づいてきたのは最近ですけど、10年前からこういうことをなんかまっすぐに伝えてたっていう、そのなんていうのかな、存在に本当感謝というか、大変だったんじゃないかなってすごく思うんですよ。10年前とかから始めてて。大変でしたよ。なんかそのあたりとかもちょっとね、なんでそれを始めたのかとかね、なんかなんていうのかな、最初からそういうことすぐ分かったのかなとか、そういうのもちょっと聞きたいなと思うんです
けど。ありがとうございます。はい。いや、もう本当にすごいいいコメントありましたね。そもそも、今までそもそもね、その UFO っていうものが、またそういったメディアを通じた誤ったイメージがたくさんあるから、実際に、今頃スタンダードになってきてるけども、日本でも、地球製 UFO ね。その地球製 UFO が、そもそも、今まで我々が思わされた UFO。地球製 UFO って何？地球製 UFO って何？そこでやっぱり話がちょっと長くなりますけど、実際に人間が高度のテクノロジーを開発した上で、そういうエネルギー問題とつながるね、その地球、人類の経済の流れと大きく変化させる、発見がね、フリーエネルギーなど、その高次元技術ね。はい。で、そこ、とにかく僕もこういう活動ね、本当に、最初の種が実際に最初の、きっかけとなった体験がたくさんいろんな知識が本当に子供の頃から積み重なったんですけども、全くそれを体験は薄かったんですが、2007年に、友達の結婚式、非常に幸せな、アメリカに帰国する訪問に、あるこういうパワースポットっていうか本当に宇宙コンタクトのある種のメッカに訪問することができたんで、そこでものすごいターニングポイントで、その知識と、しか存在しなかった世界がもう目の前にやっぱりこうリアルに確認された一晩だったので、そこをなんとなくじわじわと東京に当時は東京の杉並に住んでたけども、やっぱり日本に帰国してもどんどんそういう今さっきおっしゃった通りね、いろんな形もいろんなエネルギーの色とか、そういういろんな場所にもそういう存在たちが自由自在していることを気づいて、で、それからですね、やっぱり自分のこのスターシードミッションというか、魂の契約が、それ2009年ぐらいもう、起動されて、で、そこは本当に本番のスタートで、やっぱりですね、ちょうど明日が、311のね、9年経った日でもまた偶然でもないと思うんで、やっぱり僕も多くの日本人のライトワーカーと同様に、その311までにこう準備されたライトワーカーの一人ですね。僕の場合は外注発見というか海外から発見されたんですけども、なので、とにかくそもそも、最初この世界にどっぷり入ったのが当時日本にも住んでたし、で、さらにこのどんどんいろんな理解とか、そのコンタクトワークのプロセスであってからもう一つ目、すぐ思ったのが、いや、ぜひ日本の皆さんにこれをシェアしなきゃっていう、すごくなんか不思議な使命感が湧いてきたんで。で今のアセンション的な観点から見ると、それは多分細胞テレパシーと呼ばれるような、本当にその自分の魂のプログラムもそのタイムラインがもう、本当に本線的であって、全然もうそこは絶対に通過するような経験ばっかりだったんで、非常に自分にとってはガイたちに非常にありがたくとてもスムーズで自然体のままにここに来てますね。いろんな土地で苦労あったけども、サポートの、気流も半端ない強いですね。すごい。なんかちょっと話があれになっちゃってすみませんけど、さっきこう録画ね、収録を始める前にね、なんかこう、ふわふわとここに飛んでましたよって、室内 UFO ね。ゴリゴさんも言ってたんですけど、これ、室内 UFO なの？そうそれってどういう、ちょっと教えてほしいんですよ。なんかそういう話をね。室内 UFO だったんだ。二人が言ったね、ここを通ったって言うから、何ですかそれはって思ったんだけど、どういうことですか？そうですね。あんまり僕らあんまり UFO の言葉も使わなくなってるけども、宇宙船とかいろんな他の光体とかライトシップとか、で考えてみるとオーブもね、そもそも皆さんやっぱり写真撮って球体のオーブがいましたね。そこもある意味で室内型宇宙船でもありますね。なので、そこにも観察機とか、ご先祖様のスピリットだったり、オーブもたくさん UFO、ET コンタクトの現場にもたくさん集まりますので、祝福のエネルギーに
あるいは子供さんたちとかね、ペットが集まってる場所には集まりやすいんで、さっきなんか、この会話が始まったすぐにね、おそらく3時3分だったね。で、ちょうど、泥目にね。そう。僕はよくね、3333とか、まあ、数比の33とか、いろんなものが33が多いんですけど、まあ、今回もね、意味があったのかなと思いました。はい。いや、なんか、多分それはですね、すごい重要な気づきが、一つ今思い浮かぶのが、とにかくその宇宙の存在が身近なところにいると。ひとまずその極端といえば宇宙船の世界とか ET コンタクトがもうすごい皆さんの初印象、無意識の印象がもうかなり遠い世界だと、思い込んでるんですね。でそれはいろんな一般人にしても。なのでそこはオーブのありがたいことが本当にもう周辺に身近なところで動いてるエネルギー体とかその意識体がたくさんあるということを証明してくれてますね。これってさ、前からそういう感じだったんですかね。私はなんか最近になってこういうことが分かってきたけど、前からその10年前とかからそうやってオーブの中に宇宙船があったりとか、いろんな宇宙人とかって降りてきてたんですか？前からそうなの？それとも最近になって降りてきたり、UFO が見えたり。とてもいい質問。僕の場合はね、本当に同じく結構急目覚めだったので、もう本当に、もともと、でも、目で見ない世界、実は私が音響エンジニアとして、あとミュージシャンとして、音ってね、エネルギー、音っていう周波数をずっと、その経路を通じて、なんかエネルギーの感じること、あるいはその超感覚を開くトレーニングとなって感じですね。で、でも本当に、で、あと、いろんなその子供の頃から知ってた知識とか情報あったんですが、明子さんと同じように、本当に今急だったね、すごい。で、それからおかげで、311のちょうど直後に、最初の本出版することになったんで、で、それですごく、ありがたいこと、こういう活動、本当に ET コンタクト、フルタイムで関わることを、僕も当時全然予測してなかったけど、もうただ単に繰り返し、その世界も毎日、一生懸命チャンネル合わせてると、自然にどんどんいろいろそういう。ってことはさ、チャンネル合わせてそうなってるんだけど、もともとは来てたってことなのかな？そんなにいっぱいいたってことなんですかね。それでね、とてもいい質問で、その今のどんどんいろんな理解が今度開かれると、振り向かえると、もうあの時、この時、その時ってもうすごいいっぱいやっぱり子供の頃から、何年かわかんないけど、幸せっていうの、そのガイドのエネルギーとか、そのエネルギーのシャワーとか、その星空から降り注いでる何かの愛情とか、そういう、すごいたくさん感じましたね。もう若い頃から、すごい幼児、とても小さいところからも、ありとあらゆるそういう経験があったんですけども、それはスピリチュアルな体験である、宇宙的な現象であることはもちろん理解してなかったんですね。あと、それはパズルがはまった感じ。なので、多分僕も同じ、多分今頃のスターシードとか、今からの目覚めるライトワーカーなどの方々は、同じくそんなに研究経歴が長くない方がこれからすごい増えると思いますね。その方が、なんかもう自分の魂の契約で約束してたことだから、あんまりそれは、すごくそういうなんていう、その方がすごい令和型のパターンじゃないかなと感じますね。先ほどちょっとね、いわゆるUFO っていうのが、3次元的に見える UFO、そして見えない UFO、エネルギー体の UFO、いろんなものがあると思うんですけど、あえてちょっと昔ながらの UFO の話をちょっとしようと思うんですけど、そういう、なんていうの、昔からよくある UFO 型のね、そういうものっていうのも一応は見えたりするもんなんでしょうか？そうですね、それはとても重要で、すごいいい質問ですね。はい。そもそもうちのコンタクトワークの正式名称がですね、CE5 コンタクト、クロースエンカウンター、映画、未知との遭遇が、第3種接近遭遇っていう、空軍関連の研究者が作ったそのシステムがあるんですけど、で僕のその先生が作ったのが第5種っていうのが、唯一人類側からその発信する
依頼ね、来てほしいから、コンタクトしてほしいから、リスポンスくださいと。その双方的の、唯一双方的なもので、で、その中で、非常にその、グローバルのその世界平和とか宇宙平和の目的を持って、かなりその次元の高い存在たちとつながってます。で、その上に、彼らはまた周波数下げて、本当に、もう見える形とかね、はっきり五感レベルで感じることは、まあ、第一歩の、まあ、ゴールっていうか、一つの大きな出来事なんで、で、それをもう本当に初期の頃から、自分の個人的の、2007年から続いた個人コンタクトの体験をはじめに、もうすぐに日本中のワークショップね、を通じて、もう、たくさんいろんな方がそれを体験してますんで。なので、多くのがですね、光体、光の体っていう核ね、光体型宇宙船なんで、まあ、エネルギー体ですね。で、そこを、どんどん波動を下げると金属的なものとか、もちろんなりますけども、本当は、その、反例反物的な状態、光はたくさん跳ねてますけども、まあ、ひとまず距離を置いたままに、アプローチしてくるパターンが多い。なぜかというとですね、まあ、考えてみると、そのメディアによるプログラミングとか、その恐怖心を引き起こす、現象が、可能性がまだ高いので、ひとまずその実体験はみんな慣れてないから、集団ワークになると、グループのワークになると、本当にまあ徐々にね。で、皆さん最初遠隔でこうスキャンニングして、皆さんのどのぐらいそのコンタクト頼れるかどうか、本当に非常に礼儀正しくね、丁寧にこう測った上で、その夜のワークが展開されます。でもやっぱりすごい日本の素晴らしいことが、皆さんがそのやっぱりグループ意識とか、素直さとか、無邪気さ、はもう普通の国じゃ考えられないコンタクトが結構すぐ、その、効果っていうか結構得たんで、特に今沖縄だったりね、すごい論楽難よね、子供たちが一緒に、来て、すごく本当の相手の ET たちも、まあ、まるで子供のような無邪気さで関わってくるから、すごくなんとも言えない安心感と、そういうマジックですね、体験します。楽しそうだね。ET コンタクトやってんだもんね。UFO とか来ちゃうってことだもんね。その、UFO にはどこの、誰が乗ってるんですか？そうそう。誰とかね。皆さんが何人ぐらい乗ってるかとかね。そうね。はいはい、そう。まあ、そう、例えばですね、ちょっと具体的に言うとですね、例の2007年の僕のファーストコンタクトの場合は、大きなレーザーの山ですね、マウントアダムスという山があって、で、本当に自分もやっぱりちょっとドキドキして、その施設にも電話して、事前に連絡して、本当にこの毎晩宇宙船見えてるのは本当ですかっていう。で、まあ、何気なく答えが返ってきて、遊びにおいでっていうか、なんか、で、なんか、本当にワクワク半分、ドキドキ半分って言ったんですけど、で、やっぱり実際に見えたのが、まあ、山の発光現象と、あと空にね、明らかに人工衛星と違う動きとか、我々の会話とか意識に反応している大きな光のフラッシュとか、また、まあ、様々なそういう異なる、まあ、異常の飛行とか、変な光が動いている。だから、まあ、星空観察の延長線みたいなものだったね、最初。なので、だからそこで、まあ、そう考えてみると、これは事前にもう見てますよねっていう自分も気づいて。で、結局、どんどん、その時に同じ現場にいた方々、ベテランの人たちが、テレパシー講師もしてたり、君たち大好きとかいや、本当にちょっと半分気持ち悪いという。いや、そこのテレパシーのところはまだ理解する準備してなかったんだけども、で、やっぱりどんどん長年月に、経験重ねると、すごく、まあ自分も全く同じような、そういうハードルを超えて、同じような体験とかできて。で、まあ、で、結局、不思議とですね、宇宙船が、現れる前までには、エネルギーが必ず降り注ぐから、さっき、秋子さんが話したようには、例えば見えなくても、宇宙船が平気で、自分の家の上空に、
待機したり、で、やっぱりこう、なんか場の波動を気にしてくれたりね、はい、しますね。だからさ、その宇宙船にさ、宇宙船に、まあ、乗ってるっていうか、そういう何星人とかわかるの？どのあたりの宇宙人が多いとか、そうそう。それでそうそう。で、その中でですね、やっぱりいろんな銀河の存在、とにかくよく言われてるね、我々の銀河の近所である、もちろんシリアンとかプレーディアンとかアークトゥリアンだったりね、リーダーだったり、特にオリオンね、日本と私たちの活動は、有効的なオリオンの存在が非常に遺伝子的に日本人とつながりが深いんで、あとオリオンの場合はですね、また日本のこの、天変地異とか、そういう地球の大きな惑星スケールの地震の範囲をコントロールしたり、彼らは磁場の調整には得意なんで、だからそこら辺の福島の原発のことを含めて、かなりオリオンのサポート入ってますね。なんかあれだよね、グレゴリーさん、オリオンっぽいよね。どこの人なの？オリオンだよね。もういろいろ入ってますけど、いろいろ入ってるけどね。そうそう。この活動の、オリオンの時代に私、外交官、大使だったので、まさか今の人生も、宇宙人間と。オリオン大使ね。はい、オリオン大使。そう、すごい面白いね。で結局そこは本当にじわじわとね、本当に少しずつ理解して、でそこでも非常に重要なステージだと思いますね。本当にただ単に UFO 見たいっていう願望がほとんどなく、それは扉として覚醒というか宇宙意識に誘導していくすごい大きなきっかけだけだったと思ってますから、その次のやっぱり我々のね、見てる人類のルーツとか、本当のルーツの知識とか、それもそこではうちの関係してる人たちなどね、お互いにまだ会ったことなかったけど、全く同じような情報を下ろしてる、そのガラクティックルーツについてね、リサ・ロイヤルさんもね、去年初めてお会いしたし、もう素晴らしいね、すごく、その辺の共通認識がどんどん世界中に広がってますから、銀河のガラクティックファミリー、天の川銀河の他の星系の、関係者とか宇宙部族が、すごく結構いい情報をたくさん出回ってますね。今、例えば宇宙のね、UFO もそうなんだけど、結局、昔だったらただ物理的にそれを見ようっていう意識があって、僕たちもそういうね、子供時代を過ごし、ちょっと恐怖もあり、オカルトチックにも考えてたんだけど、それが確かに今、いろいろね、そんな宇宙のルーツであったりとか、あとは、4次元密度的なというか、同時並行的に自分は存在してんだなっていう感覚はなんとなく分かってきてはいるんですよね。そうなるとじゃあ自分、同時に例えばオリオンだったりシリウスだったりアルクトゥルスとかにいる、自分たちといえば自分たち、そういった存在たちが今時間とかは関係なくコンタクトというかいうふうに来てるって感じなんですか？時間とかの概念がちょっと変わってきますよね、UFO にしろ。どう考えたらいいんですかね？そうですね、もうある意味で宇宙船もタイムマシーンでもありますからね。で、先ほどですから、一つまず取っ払いたい規制概念が、宇宙船が物質的なものじゃないと宇宙船じゃないっていうことと、あとやっぱりもう一つは古いこのコンタクティ的なスタンスが宇宙船に乗ってないとコンタクトがないというか、そこも非常にまたいろんな不正情報とつながるすごい古い非常に今ってはっきり言って危ない体制ですね。だから結局なのでそこの例のリサさんにしてもバシャールのダル・アンカーさんにしても僕と同じくその目撃だけで始まってですね、そこの辺の空想非常に空想とかデタラメ情報の多い世界なんで、僕らはどっちかというと科学的になるべくきちっと
新しいもう科学とスピリチュアル分野としては取り直そうとしてるんですね。で、ET コンタクトだけに集中するなっていう、そもそもこれはセンションワークであるっていう。だからその ET の存在たちがありとあらゆるタイムラインからここに戻っていることが、決して偶然じゃない。そもそもこのアセンションの本番になっているからこそ、ソウと銀河のファミリーが集まってますよっていう。さあ、そしたらさ、いろんな ET コンタクトしたりとか UFO 見たりとか、今は普通の人だって見るようになってきてますけど、これはこの先どういう風になっていくためにこんなことが起きてるんですかね。もっともっとさ、コンタクトしたりする人も増えたりするんだと思うんだけど、この先どういう風になっていくためにこんな風なことが起きてるのかって聞きたいです。そうですね。やっぱりとにかくよく言われてるその自由意志とか、その地球人、だから私たちがそこの外部のサポートを望んでないと来ないっていうやっぱり決まりがありますから、そこは本当に今ありがたいこと、地球の次元の周波数がもうすごいこの特に2年ぐらいからものすごいね上がってますから、急速に周波数上がってますから。結局、要は極端で言えばET コンタクトのないアセンションはないという部分はありますけども、ただそこは向こうから強制的にそういうよくあるたまにですねチャネリングの予言とかこの日に宇宙船の集団がもう全遮蔽を取って現れちゃうとか、そういう強制的なことは絶対しないんですね。なので、ちょうど昨日ですね、新しい映画、コンタクトに関する映画の日本語字幕のチェック終わったんですが、そこの中ですごい素敵な概念が、やっぱり世界の 1% の人たちが目覚めれば、もうその共振現象を起こす。やっぱりクワント証明してる。なるほど。なんて言いますかね、UFO っていうのが、日本はなんていうかな、宗教的にあんまりね、八百万の神的な、やっぱり元々のね、あれがあるから、多分宇宙人がいっぱい来たりとか、横にいても結構 OK って言っちゃうと思うんですよ。で、ただ逆にやっぱり、キリスト教の国々とかもね、そうかもしれませんけど、やっぱり宇宙にそういったものが本当に存在しちゃうと困るっていうことが、やっぱ今でもあるのかなっていう、その辺からやっぱりそういったディスクロージャーを拒むみたいなことも、UFO に対するイメージを悪くするっていうのもあったのかなと思う、そういうのはあるんですかね。そうですね。やっぱりすごい、神道の宇宙観とか、フィロソフィーがすごい、本当の事実にすごい近くて、ありとあらゆるその存在、やっぱりもう、精霊たちもね、精霊界だったり、森の神様とか、川の神様とか、そういう、本当にいろんな物質にスピリットが内在している上で、本当に数えきれないぐらいほどの存在が人間以外にも動いているっていうか、実在してるんですね。だからそこは、やっぱりもう忘れられてる古代意識をそこと密接な関係あるから、すごくもうそういう純粋の感覚を取り戻すツールがすごいあると思いますね、日本人の中で。これってさ、だから日本、すみません、日本人はさ、そうやってすぐにパッとなんとなくさ、もうなんかやっちゃうと思うんだけど、他の例えばアメリカとか目で見えたことしか信じないとかさ、だから多分物質でこういう宇宙人とか UFO とかコンタクトとかも盛んだったりするのかなと思うんですよ。やっぱりしっかり見ないとみたいなところがあるのかと思うんですけど、そういうだからちょっと日本的な感覚っていうか、こういうね、いろんなところにいろんな存在がいるよみたいな感じで世界的にみんながそういう風に感じられるようになるには、なんかどういう風になるといいのかな、どういう風になってくる、私たち何ができるのかなって思ってます？そうですね。やっぱりこれはすごい深い本当にその理屈意識をどんどんアルファ派とかベータ派の理屈意識からどんどん本当の本来の本来のその宇宙意識に戻っているような展開なので、すごくおっしゃる通り、やっぱり
見えないと、物質のもの、物理的なものじゃないとないっていうのは、非常に今のまるで宗教家になっている科学界の、偏りなんで、もうすごく、木とか、その見えないエネルギーボディのエネルギーの流れとか、東洋医学などね、すごい、意外とこれも全部、かなりET より、その多次元構造に目覚め直すっていう、ことにはかなりそういうアジアなど日本では特にそういう大事なピースがたくさんあるんですね。あと、とにかくその、分離意識、分離を意識よりその集団、一つの順位となるのは、やっぱりそのチームワークとか、同じその場所を共有している、同じカルチャーを共有していることには日本にはすごく強い、その価値をみんな分かってますね。場所を共有すること。なるほど、なるほど。こういうところを、みんなで共有していくことなのかね。発信したり共有していくことで共振していくことによって世界中がそういう感じになってるのかな。だってすごい遅れてるってことだもんね。こんな物質のさ、目で見えてることだけ信じてるってさ、そんなことまだやってんのかって思っちゃうよね、やっぱ。はい、ねえ、だってそういうところね、多いんだもんね。だから本当にいろんなコンタクティとか、うちのそのコンタクトワークを作ったグリア博士でさえ、すごい日本がこういう新しい意識とか、その宇宙 ET に関するものにもう本当にリードを取れるべきじゃないかっていう、あるいはその日本でファーストコンタクトを行いますとか、そういうたくさんいろんなその専門家の方もそういうことを感じてますね。そこで本当にまだまだ我々気づいてない特殊の大事なピースもあるんですけど、とにかくかなりの、その集中的にコンタがここにこの10年間集まってきたんで、そこはもう何かあるっていうのはすごい完全にも外部の人間というかその外国人としてもすごいはっきり言いますね。グレゴリーさんが、グレゴリーさんもね、スターシードっていう話がありましたし、そういった観点で、この日本人たち、日本のスターシードたちが一体どんな役割を持っているのかなって思われますか？そうですね、日本人のスターシードの中でやっぱりでも、日本の中でも、各文化とか各国はむしろ乗り越えなければいけないハードルあるんですから、日本国内のスターシーたちはその本当の意味の自由とか、やっぱり日本人同士のそういう新しいあり方を体現する、見せる、にもあると思うんで、リーダーシップ取ってもらったり、なんていうそういう未来の境界線を新しく見せる役割があると思うし、この宇宙の分野では逆に経営の長い人たちがどんどん古くなって、もうどんどん新しい刺激、もうスターシード逆に若くなっていくほど偉いっていう、もう真逆じゃないですか。なのでそこはちょっとやっぱり日本の社会の経営に弱いところも、そこはもうある種のプログラミングとしては一緒に会話してますね。わかります？だから UFO とか、だからこういう宇宙人のこととかも全然わかんなくても、なんか自分で認めちゃうと今からもうすごい分かっちゃったりするんですよね。そんなに研究してなくたって分かっちゃうって、もう要はもう前世の自分の中にプログラムが入ってたりとか、経験してるからってことですよね。スピリチュアルの能力もだよね。そうですね。あと特にUFO と ET の分野ではもうそこの昭和に逆算してしまうともうたくさんいろんな変な情報もあるからそれも全然知らなくていいなそうだね、もう感覚で捉えるみたいなところで、昭和の本ばっかりムーとかばっかり読んでましたから昔。そういうイメージすごいよね。方怖いもんね。大体怖いの以外ないよね。基本怖い。いいやつない。そこはまたちょっと大事な話、そのムーだったりね、僕も編集長も合ってますけど、波動的のスターシードの波動的のレベルだとですね、ちょっと本当にやばいですよ。あれはもうページ開いたジャッキーの塊ですね、本当は。
もうほとんどがだからそういうもうなんていうの地球に存在していたなんていうの言われてたものっていうよりももっと波動高い高次元の存在の方が多いですよね。ほとんどがそうで宇宙ってそうだからそうだから特殊だったよね。やっぱり地球ってすごい特殊でなんかそうやって植え付けられてるだけで実際はすごい陽気で楽しい存在だし、うん、そういうなんていうのかな、まあ、そこを変える時ですよね今ね。本当にそうだと思う。そこでまた皆さんぜひちょっと日本で紹介している映画にもかなり分かりやすく描かれてますんでちょうど昨年、DVD 化したのが非認可の世界もともと話題になったのが映画シリウスですけどそこの僕らのコンタクトワーク作ったスティーブン・グリアー先生にはやっぱり彼のその伝え方がすごい上手でそういう今までのその軍事的の X ファイルの世界はもうほとんど作り話だよっていうそういう証言者まで出てますからかなりそれを見るともうホッとしますね。ぜひぜひねもうそういうのまっすぐにねやっぱりあれね日本語にするのもやっぱりグレゴリーさんがかなりね関わってやってんだもんね。すごく素晴らしいですよね。DVD をシリウスっていうやつと私も見たけどすごい良かったし、見てみよう。ちょっと怖い感じもするんだけど最初のうちはだけどやっぱり本当のことを、出してるんだなっていう感じが、日本人の人にとってはそうだなちょっと怖い感じが最初はするかもしれないけどやっぱり本当に真実はやっぱ隠されてきてたそういう世界を私たちはだから無価値観とかさできないとかいろんなことが自分には力ないとかねそういう世界を体験してたから、コントロールされててよかったんだけど、これからは本当の自分を生きるってことでやっぱり。はい、そうやっぱりそれはこれからですね。だから多分ちょっとリカバリー自分の私たちの近年の一つのミッションやっぱりそのより真実に近い情報を出せることによって本当にちょっとのことで、スターシールも敏感ですから、やっぱり引っかかっちゃったりしますから、その恐怖心にとどまったままに、で、怖いから調べないっていうなってしまっている人も多分多いと思いますので、そこの人は真実を知るって、なんだろう、感覚でわかると思うし、意外とだから、自分の感覚でわかると思いますからね。はい。そう心のバロメーターはすごい大事ね。心のバロメーターで全部見れば分かると思う。みんな一人一人が感覚として分かってることだからやっぱりそういう他人軸というかね外側に意識を向けないで自分がどう感じてるかってことに意識向ければ絶対に分かるし道がそれないでいけるんじゃないかと思いますね。はい。ね。いやでももう本当にこの個人個人の試練がすごいとにかくこういう今までの混乱そうおっしゃった通り今までの混乱とかケアスはもうすごい自然に消えてきてるからもうそのまま直接もう直でうちのパイプがかなりつながりやすくなってるんでね本当にいい時代ですよね。本当に面白い、新しい役割も新しいその目覚めもそういう新しい ET グループもどんどん登場してるしすごいこれからものすごい楽しみですね。大丈夫ですかあきこさん大丈夫ですか聞こえますけどね今聞こえてますけどね今あきこさんがちょっと音声がよしさんちなみに私の最初の全く同じですよたまたまお父さんの事務所に勤めた方がThe Occult Connection っていう本書いてて、そこの、どうぞこれ入れないから、あなたどうぞっていう私に、でもそのように、ああいう、本当に、永遠の世界からも入ってましたから、もうみんな通過しますね。通過します。そういう世代だったかなっていう気もしますよね、僕ら世代ってね。そこは、最後のコメントは、やっぱりそこは、大きなきっかけになったけども同時にかなりのバイアスがかかったんで、本当にありがたいこと、こういう本来の ET コンテンツに出会ったなっていう私は思いますね。なんかね、今日のやっぱりお話でやっぱり思ったのが、かなりね僕ら、特に僕ら世代の昭和世代の特に男の子みたいなのは本当にもうオカルト情報満載にね
もう UFO に対してのイメージがもうめっちゃあったなっていうのがやっぱありました。で、やっぱり今本当にクリアになんかすごくいい、高次なね、なんか、新しいイメージをね、やっぱりこうやって広げていくことすごい重要だなっていうふうに思いましたし、ね。で、そう、で、このスターシードチャンネルでは、その宇宙からのね、メッセージっていう形で、毎回ちょっとこう、最後にこう、コメントをするっていうのがあるんですけど、今日はどうしましょう。あきこさんと、ね、グレゴリさん、両方で。グレゴリさんもそうだね。両方でやってもらいたいね。はい。アクトレスを感じますね、すごい。アクトリアンの。アクトレス。アクトレス。ああ、そうですか、そうですか。どんなメッセージが今、なんとなくインスピレーション来てますか？あきこさん、先にどうぞ。なんかまだ下ろしてない。いいよ。グレッグさん、先どうぞ。さっき、今までずっと喋りさせてますけども、どうしよう。本当にこの、意識のパズルのようにね、すべてのこの存在が、一つの目的に実際に大きな気流に向かってますから、自分の本当に分離している独自の存在でありながら、もう大いなるワンネスの、そういう大いなるソースの一部、御霊なんで、脇御霊なんで、そこをどんどん、やっぱり自分には足りてないものが必ずその周りに、あるいはその集団の力がありますし、それ、一人一人そういう創造主の光がね、内在しているので、そこを信じて、どんどん、ろうそくみたいにこう小さいの炎からどんどんこういう意図すると強くなりますから、そういうちょっと浄化する炎、どんどん、浴びてください。ヒーリングの炎、また浄化の炎、覚醒の炎、イメージがきます。はい。チャネラーだね。すごい。グレッグさん、何でもできちゃうね。オリオンの大使だっけ？アクトリスも入ってますよ、もちろん。そう、アルクトゥルスで一緒だった感じがするんですよ。そうか。アルクトゥルス。でも見たときにオリオンだ、でかいし、なんかオリオンっぽいと思って、でっけーと思って。だけど、アルクトゥルス、ヨシさんとかも一緒だと思うよ、多分。僕もアルクトゥルスもいたのかな？アルクトゥルスとかね、シリウス、なんかやってたんだろうなって。さっきの他のインタビューちょっと見させていただいたけど、そこは結構かなり感じましたね。感じたよね。そうですか。嬉しい。懐かしい。懐かしくなってきた。懐かしい。懐かしくなってきた。懐かしくなってきた。嬉しいな。じゃあ、私宇宙からのメッセージいきますね。今こそ、やっぱ一人一人手を取り合うとき、みんなそれぞれ個で活動してた人たちが今手を取り合ってそれぞれがつながる時です。でその共振の力なんですか、一人一人のバイブレーションが小さい波がだんだん大きくなっていって、それが宇宙にも広がっていくことになっていくって言ってます。それで宇宙の方もやっぱ共振してるので、本当に大きいうねりとして渦がなんていうのかな、宇宙に銀河や宇宙にこうなんていうか影響することを私たちはやってるみたいなので応援してますっていう感じで言ってますね。はい。素晴らしい。そうね、気持ちいいね。気持ちいい。皆さん自分の本来の力を忘れてるだけでですね。美しい。今銀が見えたはっきり。銀が見えた。私も銀が来た。銀が来た。銀が来ましたか。銀が来ました。よしさんどうでしたか？今日はなんかね、すごいなんていうかな、本当になんていうかな、最後の最後にすごいなんかもう気持ちよくなっちゃったな。なんか要するになんていうかな、本当に今までは本当に物質的なそのいわゆるこう捉え方でのそういった UFO とかそういった情報にね、こういろいろ流されてきちゃったのに、ちょっとね、そこをちょっともう完全に超えたなっていう瞬間がちょっとありました。古いダサいっていうか古いんだよ。ダサい。昔の情報古い、ダサい。かっこ悪いね。かっこ悪い感じですよね。昭和のめちゃ重い。そう。時代遅れなんですよ。時代遅れな感じね。時代遅れ。ぶっちゃけ言ってください、秋代さん。
そう、本当そうなんですいやよ。ーまだそこにいるのっていう人たちが、まあ、まだいるから、うん。化石みたいに思っちゃうときはもうね、みたいな、うんみたいな感じになるよね。そうそうそう。ね確実に変わってるってことだよね。ね、そうですね。じゃあ、最後に、ちょっとまたですね、この番組は、ではではって感じで、みんなでこう、ではではって感じでね、では終わるっていうグレゴリーとか、グレッグさんも習ではでは慣がありますので、お願いぜひ、します。ご用意さん、またぜひやりましょう。おありが願いしたいととうござい思いま。ますす。楽しかった。はい。それでは、ありがとうございました。それでは、よろしくお願いします。ではではでいきましょう。でではでは。でははいではではは。また今年は楽しみましょう。ピース。自由だね。ピースになっちゃった。手がじゃないみたいな宇宙人に見えるよ。なんかすごい動きです。